こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL フルアクション化プロジェクトのその4の動画になります。メカ類の接続と動作チェック、ターボレーシング4チャンネルプロポの設定と調整ということでやっていきたいと思います。はい。で、すいません。今回の動画もですね、フルアクション化プロジェクトの動画になりますので、まずですね、その1からその3でもお伝えしている通りなんですけれども、今回のですね、WPL フルアクション化プロジェクトで行うカスタム、これはですね、ハンダ付けだったり、車体の加工、そういったですね、加工などの工作を含んでいます。すべての作業は自己責任で実施していただくものになりますので、その点ですね、ご了承ください。もし、まだその1からその3見ていない方は、そちらの動画の方からご覧ください。特にですね、今回の工程では、万が一配線の接続が間違っていたりすると、各機器の故障であったりとか、あとは最悪の場合ですね、発熱だったり発火の恐れもありますので、その点には十分にご注意ください。というわけで、これまでの作業内容ですね、特にこの ESC への配線の逆接やハンダ付けした部分のショート、そういった部分についてはですね、十分に確認をした上で、各機器の接続と通電の作業に進んでください。特にですね、間違ってると一発で壊れちゃいますっていうのがバッテリーの逆接になります。ちょっともう一度やっておきますね。今回使っているこの ESC の場合。この場合は、この基板をこの向きで見たときに、この向きですね。基板の一番外側から出ている太い線。これがバッテリー用の配線になります。で、この内側の太い線。これですね。これがモーターに行く配線になります。この2つがちょっと似てるので間違えちゃうっていう可能性があると思うんですけれども、もちろん動画見ながら作業していただいている方は大丈夫だと思うんですけれども、これですね、もう一度、ちゃんとバッテリー用の配線にバッテリーをつなげる状態になっているかっていうのと、で、さらにここを逆接って言ってプラスとマイナスを間違えて接続しちゃうと本当に一発アウトみたいな感じになりますし、最悪ここがすごい発熱して焦げてしまったりとか、発火したの見たことはないですけど、発火の恐れもあるというふうには言われてますので、ちょっと僕も実際に試したことはないんでわかんないんですけど、そういった危険性を含んでいるっていうのがありますので、そこはですね、十分注意した上で、確認した上で作業に進んでいただくようにお願いいたします。はい。では今回の作業を始めていきたいと思います。今回はですね、メカ類を一通り接続して、通電させた上で、動作チェックですね。動作チェックをしつつ、2スピードミッション。これですね。これのシフトチェンジ用のサーボ。これですね。これの動作範囲の設定をしていきます。で、今回使用するプロポセットなんですけれども、もう何度か登場してるんですけれども、こちらですね。ターボレーシングの4チャンネルプロポ。これを使っていきます。ただ、もちろんですね、汎用のカー用プロポで4チャンネル以上に対応しているものであれば基本的には使うことができます。ただしメーカーや機種によってもちろん仕様が異なりますので実際に使えるかどうかっていうのは当然事前にですねご自身でその仕様などを確認していただく必要があるかなと思いますのでよろしくお願いいたします。ではまずプロポの準備からですね、これがまず電池ですよね。電池入れなきゃいけないんでここにですね爪がついてるんでここをしっかり押し下げながらこれをこうずらすと、こんな感じでグリップが外れます。こんな感じですね。で、このグリップの上の部分、ここがこんな感じで外せますので、そうすると中にシールが貼ってあって、電池の向きですね。これは記されてますので、これに沿った形で電池を入れてください。で、この使う電池なんですけれども、充電式の電池でも大丈夫ですが、最近結構大容量のやつがあって、これ Amazon の普通の充電式の電池なんですけれども、これがですね、結構いろんなメーカーのいろんな電池が出てて、2300とか、すごいやつだと2600とかっていうやつがあると思うんですけども、原則に 2000mAh を超えるような電池はおすすめはしないです。容量が大きくなると、パッと見同じようなサイズでも、どんどん太くなってくるんですよ。で、2300とか2600ってなると、これ入れた後に出てこなくなっちゃったりするんですね。で、それはちょっと本当にいろんなメーカーさんがあって、こちらでなんて言うんでしょう。コントロールできないですよね、その太さっていうのは。で、たまにすごいメーカーさん、すごい太さで出してたりするんで、基本、規格としては 2000mAh 以下ですね、未満か、以下のものをおすすめします。
で心配な場合はちょっとこう刺してみて、ちゃんと出てくる感じかなっていうのをこう確かめながら、こう緩い感じかなっていうのを確かめながら、こう入れてください。もうこれはもう普通にこうやれば出てくるんで大丈夫なんですけど、ちょっとそこはご注意ください。すごいやつははめたと出てこなくなっちゃうやつがあるんで、この蓋をまた元通りに戻します。ここ爪がついてるんで、これを引っ掛けながら、こんな感じですね。はい、続いて、ここですね。この外すときに押し下げたこの爪。これをまた同じく押し下げながら、ここにこれを入れていきます。で、しっかりですね、爪がこう止まったかっていうのを確認してください。で一応、通電チェックというか、電源オンにして電源が入るかっていうのは確認しておきましょう。で、スイッチをまた切っておきます。では続いてですね、準備しておいた各機器、これをですね、この受信機、これですね、これに接続していきます。で今回は一応1から順番に受信機に接続していくという形にします。この受信機、よく見ていただくと、ここに1、2、3、4という風に刻印があると思うんですけども、この1番からですね、つなげていきます。でまず、これ大体どのメーカーさんのどの受信機もそうなんですけども、1番がサーボですね。こう右左を切るための、サーボ。これをつなげます。で今回サーボですね。車に乗せっぱなしだったんで、これですよね。これがサーボなんで、ここから出てるこのコード。これを1番に挿します。で、こういう茶色、赤、オレンジのコードの場合は、茶色がマイナスになってます。で、ここを見ると、この受信機の場合は一番右の列、これがマイナスになってますよね。なので、この向きで見ると、一番下が1番、1チャンネルで、右側がマイナスなんで、そこにこの茶色が来るっていう差し方ですね。こんな感じで、しっかり奥まで差し込みます。続いて、2番がスロットルです。スロットルは、これですね、ESC がスピードコントローラーですので、前進、後進を操作する機械になるんで、これを接続していくんですけれども、これはですね、黒、赤、白なので、この色の場合は黒がマイナスです。で、赤がプラス、白が信号という形になってますので、同じく一番右がこの向きで見たときですね。この向きで見たときに、さっきと同じで一番右がマイナスになりますので、この向きですね。これで2番に挿していきます。で、続いて、今度3番。3番は、今回はですね、シフトチェンジに使おうと思いますので、3番に、この2スピードミッションのサーボ、2スピードミッションのサーボから出ているコードを挿していきます。これ3番。向きは一緒ですね。1番、2番と一緒です。茶色が外側。この向きで言うと一番右側に来るように挿してください。で、最後に、これですね。ウインチの制御モジュール。ここから来ている、この3本線のコード。これのコネクタを挿していきます。これ4番ですね。はい、こんな感じです。これちょっと余談なんですけど、僕このターボレーシングの受信機ですごい好きなポイントがあって、この小ささもいいんですけど、このですね、コネクタの抜き差しがめちゃくちゃ気持ちよくできるんですよ。なんか最近の受信機って、ちょっとご存知の方というか、感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ここきついの多くないですか？こう刺すのにもきついし、こう抜くのにもきついっていうことが多いなってなんか思うんですけど、このターボレーシングの受信機ですね、ここが緩すぎずきつすぎず、ちょうどですね、気持ちよくさせて、で、抜くときも気持ちよく抜けるんですよ。はい、すいません。ちょっと余談でした。じゃあ、続きいきますね。はい。で、この状態で、この ESC のスイッチ、を取り付けましたよね。このスイッチ。これがオフになっていることを一応確認してください。で、どこがオフかっていうと、これ見るとスイッチがですね、真ん中に赤、右側に黒ってなってると思うんですけど、で、あともう一箇所、何もついてないところがありますよね。この何もついていない端子側がオフです。で、今回の場合は、黒の配線をここにハンダ付け、一番右側にハンダ付けしましたけれども、このリード線がついてる方にカチッてやるとスイッチがオンになるっていう形になるので、オフはこの何もついていない端子側ですね。
この状態にしておきます。これでオフ。はい。で、すいません。最後にバッテリーですって言おうとしたんですけど、1個つなげ忘れてました。これですね。モーターですね。すいません。このモーターに ESC のこのモーター用の端子。この赤い JST コネクタですね。これを接続します。はい。これで全部ですね。全部つながりました。で、いよいよバッテリーをつなげると。はい。これで全部接続ができましたので、いよいよスイッチを入れていくんですけれども、まずですね、送信機のスイッチを入れます。はい。で、ESC のこのスイッチですね。このスイッチを入れますっていう順番です。で、プロポセットで購入されている方は、このプロポと受信機がセットで入っていて、ペアリングって言って、この送信機と受信機のペアリング、ペアリングって他の言い方なんて言うんでしょうペアリングって言って、この送信機と受信機が、こう、他の言い方ないですね。ペアになるんですよ。で、この送信機でだけ、この受信機を操縦できるっていう状態になるんですけど、これがですね、セットで購入している場合は、もうこの時点で動くはずです。こう、ステアリングとかを動かすと、このサーボが動くはずなんですけど、これ今動かないですね。これは、受信機を単品で買われている方、その場合はもちろんペアリングされていませんので、ペアリングをする必要があると。で、あとは万が一ですね、ペアリングが、セットで買ったけど、ペアリングが切れてるっていう場合も、稀にありますので、この時点で、こう、操作しても反応がないよという場合は、ペアリングをしてください。で、ペアリングの手順なんですけども、すいません。一度ですね、スイッチを切った状態からやりますね。はじめに、こっちのスイッチ入れます。ESC のスイッチ。これスイッチ入れて、で、ここの受信機がゆっくり点滅してると思うんですけども、この時にスイッチを一回押します。そうすると、ちょっと早く点滅が始まりますので、その状態で送信機のスイッチを入れます。そうすると、この点滅が点灯に変わります。これでペアリング完了。じゃあちょっと動かしてみますね。こんな感じで、ステアリングホイールを動かすと、ステアリングが動きますと。で、もちろんですね、このペアリングの作業は1回やったら次からはやる必要はありませんと。はい。では続いてですね、各機器の動作チェックを行います。もう今、ステアリングが動きましたよね。こんな感じで。で、次にスロットル。これですね。これで、この2スピードミッションのここのシャフトですね。これがちゃんと動いているか。一応バックもするかと。で、この時にですね、RC カー慣れてる方はご存知の方多いと思うんですけれども、こういったですね、汎用プロポっていうのは、スロットルは基本的に入れた瞬間に動くんですよ。こんな感じで。でも、バックは1回目動かないんですよ。これはですね、何かっていうと、ブレーキっていう操作になってるからです。で、もう1回入れると動くんですね。これが最初、あれって思う方いらっしゃるかと思うんですけども、もう1回やってみますね。前進、これを握るときですね。握るときは、もういつでも握った分だけモーターが回ります。でも、例えば握ってて、急にバックに入れたとき、これバックしないですね。で、一回ニュートラルに戻して、もう一回入れるとバックします。これちょっと慣れるまで、あれ壊れちゃったかなとか思うことがあると思うんですけども、でこれ前進して、急にバックに入れたときだけじゃなくて、前進して、一回ニュートラルにするじゃないですか。で、しばらくしてから、バックに入れてもバックに入んないです。ちょっとこれメーカーさんとか機種によって若干仕様異なる場合があると思うんですけども、多くの場合こんな動きになります。その場合は慌てずに一回ニュートラルに戻して、もう一回バックに入れる。こんな動きになってます。で、続いて、2スピードミッションのサーボですね。これですね。
ここについてる、このサーボ、これがちゃんと動くかっていうのを確認します。これは、このプロポの場合、左下に CH3、チャンネル3ですね。っていうボタンがついてますので、これを押してください。で、押すたびに、今の段階ではですね、押すたびに動いてるなっていうのが分かれば大丈夫です。これ今押すたびに、ここが動いてますね。これで OK って感じです。で、次にウインチですね。ウインチの動作チェックなんですけれども、ここにウインチがついてます。で、このウインチは、このプロポの場合、ここです。ここの 4CH って書いてある。4チャンネルですね。ここを、例えば左にやる。右にやる。これで、一応逆転するっていう感じなんですけど、モーターの回転が逆に動くんですけど、真ん中がオフで、左と右がオンっていうような仕組みになってます。で、ここでですね、もうお気づきの方多いと思うんですけども、ようやくですね、ずっと邪魔だった、このウインチの紐ですね。これを格納することができます。これ邪魔だったんでずっとマスキングテープで留めてあったんですけど、これをようやくですね、こう伸ばして、ちょっと思いっきり画面外ですけど、今ピンと伸ばしてます。で、プロポですね、ここを操作して、この時点で自分の好みで全然いいんですけど、これを操作したときに、短くなる方向がここで決まりますね。なので、僕は、覚えやすいのが、このスイッチを手前に引くと短くなるっていう動きが自分の好みで覚えやすいんで、このスイッチをですね、左にスライドさせます。で、これ今、多分初めての人びっくりするぐらいゆっくりだと思うんですけど、これはですね、すごいトルク重視のギア比になってるから、すごいゆっくりなんですね。ちょっと、時間かかるんですけど、最初特に長いんで、時間かかるんですけど、ちょっと待っていただいて、で、ちょっとここの巻き方ですね。巻き方がちょっと綺麗になるような感じで、ずっと短くなるまでお待ちくださいという感じですね。はい、これ初めてやった方、すごい長かったと思うんですけど、お疲れ様です。もうすぐですね。はい、これで近くなってきたんで、一回止めますね。これでやっとスッキリしました。で、これもちろんですけど、使用上の注意っていう感じで、これですね、このまま短くし続けると、もう物理的にこれ以上負けないのに、ここで止まっちゃうじゃないですか、フックが引っかかって。なのに、モーターを動かし続けると、このモーター焼けちゃって壊れちゃうっていう可能性がありますので、そこはですね、十分使用は注意してください。これを間違えてスイッチ入れっぱなしで、こう巻き続けてたっていうことがないように、そこはですね、自己責任で注意しながら使ってください。はい、あとは今回やっておくこととしてですね、2スピードミッションのサーボですね。このサーボにサーボホーンを取り付けて、で、動作範囲の設定を行います。ではまずですね、とりあえずサーボホーンをつけるんですけども、これですね、このパーツをこの白い軸のところに取り付けます。で、この時にですね、まずこの3チャンネルのボタン、3チャンネルのボタンを使って、これを動かすんですけれども、この向きをちょっと全然関係ないところで一回つけて、動きを見てみたいと思います。これ、ちょっと今説明のために、このとんでもない角度で一回取り付けたっていう感じなんですけども、これ動かしてみますね。こんな感じになります。で、今これ左回転。で、こっちが右回転ですね。で、これまた押すと左回転。これ押すたびにこの動きなんですけども、左回転で止まった状態で一回外します。なので、こっちですね。こっちで外します。で、この状態で、この角度で取り付けてください。こんな感じです。ちょうどここに沿わせるような角度ですね。そんなに厳密にこだわる必要はないんですけども、だいたいこの角度で取り付けてください。では、この状態でサーボホーンの
取り付け用のネジですね。このすごい小さいやつです。付属していた小さいネジでここを止めます。でこの時点でもう一度ちょっと動かしてみますけども、ちなみに今これ C34 の02ってなってますが、もし初めて使ってこれが1台目だよっていう場合は、ここ一応確認していただきたいのが、この番号がですね、今これ1番、多分この状態になってると思うんですよ。でここは C54 って今ちょっと僕はもう設定しちゃってるんですけども、とにかく右側の2桁を見ていただいて、ここが1番っていうところ、これがまあなんていうんですかね、自分が持っている車の中で 1号車みたいな感じですよね。で、ここで設定したものを記憶させるって感じなんで、2台目3台目の方はここもちろんこう2台目3台目に合わせた状態で設定を行っていただきたいんですが、まあ1台目であればここまず1番、これを確認した上で、今度はですね、左上のセレクトの、SEL、このセレクトっていうボタンですね、これを押します。そうするとこんな感じでいろんな設定画面が順番に出てくるんですよ。で今回はちょっと必要な設定だけ説明をさせていただきます。で詳しい説明はですね、ちょっとまた別の動画で上げる予定でいますので、そちらを見ていただいたり、あとはこれ実際に弊社取り扱いでご購入いただいている方は日本語版のオンラインマニュアルっていうのが見られる状態になっていると思いますので、そちらも合わせて確認していただければと思います。じゃあ今回ちょっとあえてまっさらなこの000って全然いじってない3番ですね、ちょっとここで設定をしてみたいと思います。この状態でここですね、操作してみるとこんな感じで、これちょうどいいですね。今行き過ぎちゃってますよね。これちょっと行き過ぎなんですよ。左のちょうど直角っていうか水平というか水平の角度になってるのが理想なんですけども、ちょっと行き過ぎちゃってるんで、これをもうちょっと戻したいですね。ちょっと分かりにくいかもしれない、もう実際にやっちゃうんですけど、で、やり方なんですが、まずこの今3番になってることを一旦確認して、これは自分が設定したい3号車なら3号車ですね。これをこの状態を確認した上で、左のセレクト SEL っていうこのボタンですね、これをどんどん押していくといろんな設定画面が出てくるんですけれども、こんな感じでずっと押していくとこう最初に戻るんですね。これの2番目、これちょっとここが EPA で ST、 これステアリングですね。つまり1チャンネルのことなんですけども、すいません、ちょっと画面戻っちゃったんで、ちょっともう一回押しますね。エンドポイントアジャストのこれ今ステアリングで、真ん中の CH っていうボタンをこの時点で押していきます。そうすると順番にこう変わっていくんですけど、4種類あるんですよ。これが1チャンネルのステアリング、これが2チャンネルのスロットルの設定、これが3チャンネルの設定で、最後これが4チャンネルの設定ですね。で今回設定したいのは3チャンネルです。3チャンネルがこのシフトなんで、ここが 3C の状態、これで今 100% っていう表示になってますね。すいません、ちょっとまた消えちゃったんですけど、ここですね、 EPA の 3C、 これでマイナスをしていきます。そうすると今分かりますか、サーボホーンがだんだんこう下がってきたと思うんですよ。これで今こちら側の例えば 50% っていうふうにすると、今ちょうど水平ぐらいになったと思うんですけど、これがちょうどいいところですね。で今度はこの状態で左下のこの実際に操作するチャンネル3っていうボタン、これを押すと動きますよね。でさっきこちら側を 50% にしたんですよ。で今度下に下がってるところを設定したいなっていう場合には、またすいません、ちょっと画面戻っちゃったんですけど、もう一度ここエンドポイントアジャストにして
で、3チャンネルにして、で、こっちの状態にして、そうすると 100% になりましたね、今。これを、例えば下げていくと、こんな風になります。で、なるべくスムーズにクイックにシフトチェンジができた方がいいと思うので、これちょっとギリギリに近づけておくのが理想です。今で言うと、動き出す直前ぐらいですね。これぐらいがいいと思います。今これだんだん深いところまで入っていきましたけど、動き出す直前ぐらいですね。このレバーが動き出す直前ぐらいまで詰めておきます。で、これ以上いくと、レバーが実際動いちゃうんで、こんな感じで。これは良くないですね。なので、レバーが動き出す直前ぐらいにしておきます。これで、こんな感じでスムーズにシフトチェンジができるようになった状態。というような感じですね。じゃあこれでもう一度実際に動かしてみます。はい、いいんじゃないですかね。こんな感じで、設定ができましたと。はい、では今回ですね、ここまでにしたいと思いますので、一旦電源を切ってバッテリーを外しておきましょうか。もちろんこれ、作業をですね、続けない場合には、このままだと危ないんで、スイッチを切って、バッテリーを外して、もちろん送信機ですね、送信機のスイッチも切っておきます。はい。ではですね、今回の動画はここまでになります。搭載するまでの準備っていう感じですね。で、実際に次の動画、その後ですね。その後では、このすべて準備が整った状態のメカ類、機器、一式ですね。これを全部搭載、積み込んでいきたいと思います。はい。では今回の動画以上になります。今回もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。